助けて。怖いよ。大丈夫。大丈夫だから。台風が接近中の中、山奥に置き去りにされていた幼い三姉妹。君たち大丈夫か？家族との悲しい記憶が台風によって蘇る中、俺はいても立ってもいられなくなり、三姉妹を保護することにしたんだ。俺の経営する民宿に連れて行き、温かいお風呂とご飯を用意した。ほっとした様子の三姉妹を見ていると、俺は過去の自分の過ちを思い出し苦しくなった。そして、なぜこんな幼い子供たちが山奥に置き去りにされているのか。そこには、この三姉妹の家庭が抱えるある問題があったんだ。この問題に俺自身も一緒に向き合い、子供たちを支えていく中で、俺自身も心に抱え続けたトラウマに、区切りをつけられるようになっていく。台風の季節になると思い出す。そんな出会いの物語を、今日はみんなに話したいと思う。どうか最後まで聞いてくれたら嬉しい。俺は当時29歳。民宿のオーナーとして一人で切り盛りしている。この民宿は俺の幼馴染のおじいちゃんが経営していたところなんだけど、おじいちゃんが体調を崩して民宿を閉めると話していたのを聞いて、俺にやらせてください。とお願いして譲り受けたものだ。山の安全を守りながら、山を訪れる人たちを迎える仕事。これが、俺にとって目標であり、贖罪でもあるんだ。だって俺は、家族を守れなかった人間だから。俺の両親と妹は、台風の被害によってこの世を去ってしまった。当時の俺は、反抗期真っただ中で、特に両親とは衝突が絶えなかった。あんた毎日遅くまでどこ行ってるの？はぁ、うっせえな。どこでもいいだろ。おい、母さんに向かってその言い方はないだろ。おめえもうっせえんだよ。こんな感じで両親とは毎日のように喧嘩をしていて、いつの間にか話をすることすらなくなり、俺は家の中で孤立していた。まだ5歳だった妹のユキナは、家を出る俺をいつも心配そうに見ながら、に帰ってくる。そんなユキナの頭を撫でながら、帰ってくるよ。いい子にしてろ。といつも声をかけていた。それなのに、俺が高校2年の秋のこと、うちの近くに台風が直撃するとニュースで言っていた。今日は危ないから早く帰ってきなさいよ。俺のことを心配して母が言ったのに、その日の俺は、前の晩に友達と喧嘩をしていつもよりイライラしていた。だから母の言葉すら素直に受け取ることができず、いっつもうっせえんだよ。と手に持っていた茶碗を床に投げつけた。それを見ていた父が、お前はどうしてそうなんだよ。いつもなら力で向かってくるはずの父が、悲しそうな顔でこっちを見ていた。私たちはあなたのことが心配なだけなの。それなのにどうして？母も涙を浮かべている。どうしようもない気持ちになった俺は、そのまま家を飛び出した。にー。ユキナが俺を呼ぶ声にも振り向かず、家が見えなくなるまで走った。そのまま先輩の家で過ごしていたんだが、どんどん雨も風も強くなっていく。これ、大丈夫なのか？俺の家は山を切り開いて作られたもので、土砂崩れの危険があると言われていた。それまでこのレベルの台風は来たことがなく、俺も家族も油断していたんだ。俺には関係ない。夜の10時を過ぎた頃、ふと見ていたテレビに映し出された映像に背筋が凍った。あれ、俺の家だ。そこに映っていたのは、土砂崩れに巻き込まれた俺の家の姿。屋根と2階の一部が見えていたからすぐにわかった。その映像に恐怖で動けなくなる俺。
急いで避難所に向かったが、父も、母も、ユキナもそこにはいなかった。そして、台風から3日後、3人は変わり果てた姿で発見された。ちょうど就寝中の土砂崩れだったこともあり、逃げ遅れた可能性があると言われたが、俺の中に残ったのは、後悔。俺がいればなんとかなったかもしれない。自分が助けられなかったという気持ちと、家族と最後に交わした言葉があんなものになって。しかもユキナとは会話すらしなかった。それから親戚の家に世話になって、高校を卒業した俺は、何をしたらいいかわからず、迷っていた。その時に俺に声をかけてくれたのが、幼馴染であるキコのおじいちゃんだ。いっちくん、うちの民宿で働きながら山のことを勉強しないか。そう言ってもらって、俺は民宿で働き、山でのいざという有事のために、救助の方法や、避難のタイミングについて研修会などに参加し学び続けた。そして2年前に民宿を引き継ぎ、周りから見れば充実しているように見えるだろうけど、俺の心の中は後悔と悲しみに支配されていた。そんな俺の心を大きく変えてくれた出会いは、皮肉にも台風直撃の日に始まったんだ。そっちの天気はどう？幼馴染のキコがニュースを見て電話をしてきた。風が少し強くなってきたから、今対策したところ。この日、俺たちの住むあたりに午後から台風が直撃すると言われていて、朝から対策をしていたところだった。さすがに今日はお客もいないだろうね。そうだろうな。俺もこれから買い物してあとは民宿で過ごすよ。気をつけてね。キコは俺が民宿を引き継いでから、ずっと気にかけてくれている。ありがとう。キコも外に出るときは気をつけろよ。大丈夫。私頑丈だから。笑いながら電話を切って、俺は窓の外を見る。早めに出ないとな。ちょうど食材が切れたり、今日期限になっている書類を役所に出さなければと思い。俺は午前中から民宿を出て外に出た。昼くらいまではそこまで天気も荒れずにいたが、次第に風も強くなり、民宿に帰る頃には雨も強くなってきた。まるで、あの時のようだ。早く帰らないと。安全を確認しながら民宿を目指す。その時だった。助けて。怖いよ。大丈夫だから。どこかから子供の声が聞こえてきて、辺りを見回してみる。すると木の陰に座ってなんとか雨風をしのぐ小さな女の子が3人。姉妹だろうか。お姉ちゃん。ママどこ？おそらく長女であろう女の子に妹たちが声をかけている。大丈夫。ママは絶対いるから。その様子にいても立ってもいられなくなった俺。君たち大丈夫か？俺が声をかけると子供たちは涙目で。ママを。でもパパが。と途切れなんかを話しているが、雨と風がすごすぎてよく聞こえない。とにかく行こう。話はそこで聞くから。俺は妹2人を抱え、姉の手を引いて民宿に戻った。もう少しだから、頑張って。子供たちはうなずくのがやっとの様子。絶対に守らなければいけない。もう二度と、犠牲になる人を出してはいけない。歩きながらふと考えたのは、この子たちの親はどうしたんだ。もしかしてそれたのか。それにしてもこんな天気の日に山に来るだろうか。様々な疑問が湧いてきたが、とにかく全ては民宿についてからだ。なんとか民宿に到着し、ストーブをつけて子供たちを前に座らせる。今お風呂入れるからそこで待ってて。俺は急いでお風呂の準備をし、そのそばで食事の準備も始めた。お風呂が沸いたので子供たちを連れて行き、
自分たちで入れる。ほら、俺おじさんだからこういうのは。大丈夫だよ。サナが二人のことちゃんと見てるから。長女のサナが俺にそう言った。マミ、自分で頭洗える。次女のマミも大きくうなずきながら言っている。ルア、大丈夫。お姉ちゃんいるから。末っ子のルアはニコニコしながらそう言った。わかった。タオルと着替えはここに置くから温まっておいで。そう言って脱衣所の扉を閉めた。着替えは民宿に常備してあるもの。キコのおじいちゃんの代から何かあった時に出せるようにと。大人だけでなく子供サイズまで準備してある。風呂場からは子供たちの明るい笑い声。俺はすぐに台所へ立った。うどんにするか。鶏肉を見ながら出汁を取り、ネギを切り、卵も3つ準備。うどんを軽くお湯で洗ってほぐした後、出汁に入れて煮込み。頃合いを見て卵とネギを入れる。これで一煮立ちさせたら完成だ。そのうちに子供たちの声が脱衣所から聞こえてきて、10分ほどでほかほかの3人が出てきた。お風呂、ありがとうございました。あったかいお風呂を、ありがとう。お兄さんはお風呂入らなくていいの？もちろん俺もずぶ濡れだったから心配してくれたんだろう。ありがとう。大丈夫だよ。さ、うどん作ったから食べて。俺がテーブルまで案内すると、子供たちは目をキラキラさせて。すごい。美味しそう。ルアとマミは食べる気満々だったが、サナは少し遠慮がちに。食べてもいいの？俺はサナの頭を撫でながら。もちろん。3人のために作ったから食べてくれないと余っちゃうよ。俺の笑顔にサナも笑顔で返してくれて、3人はテーブルに座って手を合わせる。いただきましゅ。いただきます。いただきます。あっという間にうどんを食べきった子供たち。俺はサナに話を聞くことにした。お家の人は、サナは伏し目がちに。パパ、私たちうるさいってあそこに置いていったの。は、置いていったって。ママと一緒にいたのに、パパが私たちを連れて行って、ルアが泣くのがうるさいってまたここに連れてきた。サナの話が、俺の理解する通りだとしたら、それは、絶対にあってはいけないことだよ。サナもそれは感じているようで静かにうなずいた。一体この子たちの父親は何を考えているのか、そして母親はどこにいるのか。もしかして、長期戦になるかもしれないな。俺はこの時、子供たちの母親を何としてでも、どんなに時間がかかっても、探したいと思っていた。まずはどこに相談しよう。そんなことを考えていたその時。サナー、マミー、ルアー、どこにいるの？外から子供たちの名前を呼ぶ声がして、子供たちも立ち上がった。ママだ。意外にもあっさり見つけることができた子供たちの母親。俺は外に出て女性に声をかける。お子さんたち、うちでお預かりしています。本当ですか？この女性こそ、俺の運命の相手となる嫁子。ここから俺たちの物語が始まったんだ。ひとまず嫁子を家の中へ招き入れると、子供たちが入り口まで駆けてきた。ママ、どこにいたの？無事でよかった。嫁子は涙を流しながら。よかった。あの人に電話したらここに置いてきたって言うから。あなたたちに何かあったらママ、本当に悲しい。子供たちを抱きしめながら、俺の方を見て嫁子は。助けていただいて、本当にありがとうございます。もう、なんとお礼を言ったらいいか。再び涙ぐむ嫁子。俺は慌てて。そんな。俺は何も。
お兄ちゃんが助けてくれた。マミとルアを抱っこしてくれたの。お風呂もあったかいご飯もくれたんだよ。そうだったんですか。本当にすみません。再び頭を下げる米子。こんなに感謝されたことなんて今までなかったな。まず、温かいものでも飲みましょう。そう言って俺は台所へ行き、お茶を入れる準備を始めた。米子の話しぶりから、サナの言っていたことは間違いないようだ。お茶を持ってリビングに戻ると、子供たちは眠ってしまっていた。疲れちゃいましたよね。すみません。謝ることなんて何もないですよ。俺は近くにあったブランケットを子供たちにそっとかける。米子さんも少しゆっくりなさってください。子供たちを探して疲れたでしょうから。俺の言葉に米子はうつむきながら。本当に生きた心地がしなくて、この子たちに何かあったらと思うと。そうですよね。さっきサナちゃんがお父さんに置いていかれたと。米子はうなずきながら。1ヶ月くらい前に、元夫が突然来て、子供たちを連れて行ったんです。やっぱりそうだったんですね。どうやら、姑から言われたようで、無理やり連れて行かれてしまって。夫の実家は山のふもとにあるので心配で電話をしたら、子供たちがうるさいから、姑が山に連れて行けって言ったと言い出して。それで、あんなところに。私がもっとしっかりしていれば、あの子たちを守ってあげられたのに。結局どんなに子供への愛が深くても、大人の男性の力に女性がかなわないのが現実。米子は自分の無力さを嘆いているように見えた。辛かったですね。私はどうなってもいいんです。何を言われても何をされても。ただ、子供たちにだけは悲しい思いをさせたくないんです。でも、また元旦那さんが来る可能性もあるんですよね。はい。それを避けるためにこの近くに貸し屋を借りたのですが。貸し屋って、あのお化け屋敷みたいな。米子が借りていると話す貸し屋は、なんと山の中腹にある一軒家で。俺が来た頃にはすでにツタが絡まり、お化け屋敷化していたんだ。あれを、人に貸す人がいるなんて。驚きで戸惑う俺に米子は苦笑いしながら。私がどうしてもってお願いしたので、住んでみたら予想以上に快適でした。それならいいのですが。でも、引っ越ししないといけませんね。またあの人が来たら何されるか。失礼ですが、米子さん、お仕事は何を？少し前までお弁当屋さんで働いていたのですが、子供たちが立て続けに風邪をひいてしまって、2週間くらいお休みいただいていたら、もう来なくていいって言われてしまったんです。小さい子供を抱えて、シングルマザーが生きていくには、まだまだ厳しいことが多すぎることをこの時の俺は実感していた。でも、大丈夫です。貯金もまだあるので。きっと米子は同情されたくないのだろう。精一杯意地を張って見せている気がした。でも、その貯金が尽きる頃までに仕事が見つかるとは限りませんし。俺の言葉にうつむく米子。この時の俺はあることを米子に提案しようとしていた。もし、米子さんさえ良ければ、うちに住み込みで働きませんか？でも、見ての通り、俺一人で民宿をするのにはそろそろ限界かなって思ってて。ただこんな山奥の民宿に働きに来てくれる人も見つからなくて。そうすれば子供たちも学校や幼稚園を転校しなくて済みますよね。そんな、同情なんてしないでください。これ以上ご迷惑はかけられません。俺から目をそらし小さくつぶやく米子。もし、同情だったとしても、何か問題ありますか？
こんなに辛い状況で頑張っている人に何もしないなんて俺は嫌です。だから同情って言われても偽善って言われても、それでもいいんです。嫁子さんと子供たちができるだけ安心して幸せに暮らしてほしいんです。だって、これも何かの縁ですから。俺の言葉に嫁子は再び目に涙を浮かべ。すみません。そんな風に言ってもらえたのが初めてだったので、嬉しくて。こうして嫁子は子供たちと一緒に民宿に住み込みで働いてくれることになった。翌日、台風はすっかり去っていき、空はキラキラと太陽が差し込む。嫁子は翌朝から民宿の掃除から、料理の下ごしらえもしてくれて、男一人でやっていた民宿がまるで花が咲いたかのように明るくなった。こんなに変わるものなんですね。驚く俺に嫁子は恥ずかしそうに。嫁ぎ先でかなり鍛えられて、今となっては感謝かもしれませんね。嫁子の話によれば、嫁子の両親は早くに他界し、その後結婚したのだが、行儀が悪いと姑に叱責される毎日で、とにかく召使いのように働かされたそうだ。それでも子供のためにと結婚生活を続けたが、1年前にもと夫の浮気が発覚。なんとか弁護士をお願いして離婚。しかし義母は納得していないらしく、子供だけでもよこせと言ってくるそうだ。そこに起きてきた子供たちも、ママ、お掃除した。そうよ。今日からここで働きながら一緒に住まわせてもらうことになったの。ほんと、お兄ちゃんと一緒。そうだよ。これからよろしくね。わあ、やったー。子供たちも喜んでくれて嬉しかったな。その後、俺は毎朝早起きして子供たちと山へ散歩に出かけ、民宿に帰ると嫁子が朝ごはんを作って待っていてくれる。今日のも美味しそうですね。昨日、お客さんから卵いただいたんです。民宿で嫁子が働き始めてから1ヶ月。すでに嫁子にはファンがついていて、時々こうして食べ物やお菓子を持ってきてくれる。さ、食べましょ。楽しい朝食を食べ終え、サナは小学校に行く準備をしている。すると玄関から声が聞こえてきた。おい。迎えに来たぞ。あ、ただしおじちゃんだ。玄関で待っていたのは、毎朝山から降りて町に出ているただしさん。この民宿にもよく来てくれるんだが、そこでサナが学校に通っていることを知り、平日は町に降りるから、学校まで連れて行くぞ。と送迎係を引き受けてくれたんだ。じゃ、挨拶。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。ただしさん、よろしくお願いします。サナを見送り、嫁子はマミとルアの幼稚園へ行く準備をしている。そろそろ送迎バスの時間になるので停留所まで3人は歩いていく。お、今からですか？外で3人に声をかけたのは、3年前からこの近くの交番に赴任になった向井さん。向井さんおはようございます。ザリマッシュ。今日もお疲れ様です。いえいえ。そういえばこないだいただいたお漬物、すごく美味しかったです。よかった。じゃあお仕事の途中にでもまたいらしてください。向井さんとはこの地域の安全を守るため、情報交換をすることがあるのだが、その時に嫁子が出したお漬物にすっかりハマっているらしい。そして嫁子にとって最も心強い存在が、嫁子ちゃん、これよかったら子供たちに。俺の幼馴染であるキコは、嫁子がうちに来てすぐの頃から色々と嫁子たちを気にかけている。一致じゃ役不足なこともあるだろうから。言い方ね。キコさんに話を聞いてもらえて私、本当に楽になりました。何かあったらいつでも言ってね。そう言ってキコは車でどこかへ。
嫁子も子供たちを見送りに出かけた。この時の俺は、嫁子や子供たちと過ごす毎日に心から安らぎを感じていた。散らかったテーブルすら幸せに感じる。こんな感覚、初めてかもしれない。もっと嫁子のことが知りたいし、子供たちに俺ができることは全部したい。そんなことを考え始めていたんだけど、ふと思い出すのは自分の家族との最後の時間。俺は、結局家族すら守れない人間で、俺なんかに好きになられたって。嫁子や子供たちが困るだけなんだ。自分のしたことの罪の意識が消えないまま、俺は嫁子に自分の気持ちを伝えられずに、気がつけば嫁子たちと暮らし始めて、3ヶ月が過ぎていた。そんなある日、巡回に来ていた向井さんが、最近登山客からこの辺で不審な男がうろうろしてるって通報があって、ちょっとパトロールを強化してるところなんです。その話を聞いて俺も嫁子も心配になってた。事件とかにならないといいですね。嫁子さんも念のために一人で外に出るのはやめてくださいね。はい。嫁子は優しい笑顔を俺に向けてくれた。向井さんには言わなかったが、俺も嫁子も多分、嫁子の元夫のことを考えていた。もしその不審者が元夫だとしたら、また子供たちを狙っているのだろうか。嫌な予感がしていた俺は、毎日外を警戒するようにしていたんだけど、この後俺は人の執念の恐ろしさを実感するある事件に遭遇することになり、そこからまた大きく人生が動き始める。その日は日曜日で、いつも通り子供たちと朝の散歩に出かけていた。この辺は街中より一足先に冬が来る。今にも雪が降り出しそうな寒さだった。キツネ。ほんとだ。行ってみよ。キツネさん。そう言って駆け出していく子供たち。俺もその後ろを追いかける。しかしその時、子供たちの目の前に体の大きい男が立ちふさがる。なんだ。するとサナが震える声で。パパ。嘘だろ。あんな大男が嫁子の元旦那なのか。あれじゃ叶うわけがない。男の俺だってたじろぐほどなんだから。嫁子はどこだ？男は子供たちに低い声で問いかける。知らない。おそらく嫁子を守りたい一心で子供たちは嘘をついている。その時だった。あなた、そこで何してるの？俺たちが戻らないのを心配して嫁子が様子を見に来たのだろう。ママ、逃げて。サナが叫ぶ。しかし嫁子は逃げない。もう、私は逃げたくない。その嫁子の表情を見ていて、自分のことを振り返ってしまった。俺は、いつまで逃げているんだろう。家族を見放した自分のままで、いつだって人と関わることを避けて、山奥に来ている。助けられなかったことにばかりこだわって、未来にどうするべきかを、結局考えていなかった。どんなに勉強したって、自分の気持ちまでは変えることができなかったんだ。でも、俺は家族に生かされたんだ。どんなに俺が反抗したって、両親も妹も俺を見捨てたりしなかった。家に帰れば必ず俺のご飯があって、洗濯物は綺麗に畳まれていた。残されたものは、その人生を精一杯生きる。それが俺にできること。俺は拳を握りしめ、嫁子の前に立った。誰だお前。見上げるほど大きな男が俺を見下ろしにらみつける。嫁子さんのことも、子供たちのことももう自由にしてやってくれ。なんで赤の他人のお前にそんなこと言われなきゃならねえんだ。これはうちの問題だ。さっさとそこをどけ。ひるみそうになる心を懸命に立て直す。もう離婚したんですよね。じゃあもうあなたが4人に関わるのはおかしいです。
嫁子さんはここまで一人で頑張ってきた。何が目的だか知りませんが、その努力を踏みにじるようなことは絶対に許さない。さっきから聞いてやいい気になりやがって。そう言って俺の顔面に大きな拳が当たった。鈍い音がする。一輝さん。嫁子の声がするけど、意識が朦朧とする。その時後ろから声がした。そこまでだ。傷害の現行犯で逮捕する。正さん、向井さん。逃げようとした元夫を、正さんが70代とは思えない速さで捕まえ、そこに向井さんが手錠をはめる。俺の息子みたいに可愛がってるエッチに怪我させるなんていい度胸だ。この山にとってエッチさんも嫁子さんも、子供たちも必要な存在ですから。そんな人たちを不安にさせる人間は、俺だって許しませんよ。こうして元夫はそのまま逮捕され、俺は嫁子や正さんに支えられて民宿へ戻った。骨が折れたりはしていないようだが、とりあえず顔が変わるほど腫れてしまった。子供たちも不安そうにこっちを見ている。嫁子は手当てをしてくれながら。ごめんなさい。私のせいで。嫁子さんのせいじゃないですよ。そうだぞ。それに、一致がこうして誰かを守りたいって思えたこと自体は、いいことだと思うんだ。正さんが嫁子の方を見て笑顔で。これも、嫁子ちゃんのおかげだな。と言って家に戻っていった。一輝さん、私。大丈夫です。これは俺にとっても必要なことなんです。この怪我が少し良くなったら、話をさせてください。この時俺は、自分の気持ちを嫁子に話したいと決めていた。そして、自分の過去についてもちゃんと話したいと思ったんだ。事件から1週間後、元夫は傷害の罪で起訴されることになった。実刑になるかどうかはわからないが、嫁子は向井さんのアドバイスもあって、接近禁止命令を出すことにしたんだ。これでまずは安心ですね。私はいいんです。子供たちと、一輝さんに被害がなければ。嫁子はいつだって自分より子供たちや俺のことを気にしてくれている。嫁子の優しさに支えられながら俺の怪我も随分良くなってきた。この日、子供たちはキコの家にお泊まりに行くことになっていた。まさか、キコさんが5人の男の子を育てるお母さんだったなんて。知っているとばかり思っていたから、あえて俺も言わないでいたんだが、実は嫁子、俺とキコの関係を恋人だと勘違いしていたそうだ。ほんと、一致と私がそんなわけないのにね。だって。まあ、5回も解けたことだし、3人は楽しんでおいで。行ってきます。明日は一緒にご飯ね。お泊まり楽しみ。元気に出かけていく子供たちを見送って、俺たちは民宿の中に入る。コーヒー、入れますね。そう言って嫁子が台所に行くと、こっちにまでいい匂いが漂ってくる。嫁子さんはほんと、コーヒー入れるのが上手ですよね。そうですか。丁寧に入れてるからなんでしょうね。私、どんくさいから。恥ずかしそうに笑う嫁子に。嫁子さんは一生懸命なんですよ。いつも自分のことより周りのことを考えて、一生懸命になってくれる。そんな嫁子さんにみんな惹かれるんですよ。そんなに褒められちゃったら照れるなぁ。褒めてるっていうか、これ、俺からの告白なんですが。はい。俺、嫁子さんのことが好きです。だから。いや、言ってることはわかってます。ただ、なんというか、私、子持ちですし、何の特技もないし。
人を好きになるのに一芸とか必要なんですか？驚く俺を見て嫁子が吹き出す。一芸って、何ですかそれ。すみません。俺、こういうの慣れてなくて。でも、俺はずっと自分が抱えてきた。家族に対する申し訳なさだったり、戻ってこない時間に対する悲しみから、抜け出さないままでいたんです。俺は嫁子に自分の過去を打ち明けた。嫁子は黙って聞きながら涙を流す。そうでしたか。本当に、辛いことですね。はい。辛い気持ちはこれからも消えないと思います。でも、嫁子さんと出会って、悲しみから前に進む方法はないかと、考えるようになっていたんです。残された俺の命を、誰かのために、精一杯使いたいって思ったんです。そんな気持ちを俺に教えてくれたのは嫁子さんです。私は何も。嫁子さんの一生懸命なところを見ていると、俺も誰かのためにあんなに一生懸命になりたいって、思うようになっていました。嫁子さんは、俺を変えてくれたんです。嫁子は俺の言葉を聞きながらどんどん涙目になっていく。どうしよう。そんなこと言ってもらえるなんて、全然気づかなかったし。私だけが好きで、勘違いして恥ずかしいなって思ってたのに。絶対気づかれてると思ってました。全然気づきませんでした。お互いに頭を抱えて、それを見て笑ってしまう。嫁子さん、俺と一緒にいてくれませんか？それは、私のセリフです。翌日子供たちを迎えた俺たちに、さながふと。なんか、昨日よりママと一致さん仲良くなってない？そんなこと。それを見ていたキコが、もっと隠しときなさいよ。なんか言ってないのにバレてしまったけど、それはそれでいいか。こうして俺たちの新しい関係が始まったんだ。この告白から半年後、俺は嫁子にプロポーズをした。仕事終わり、みんなで夕飯を食べながら、嫁子さん、俺と結婚してください。ほんと自然な感じで言ったつもりが、緊張しすぎて棒読みみたいになってしまった。誰かに言わされてるの？そんなんじゃないよ。でも、その言い方は、緊張してるの。俺たちのやりとりを見ていた子供たちは、ねえ、ママと一致さん結婚主流。そりゃするよね。お父さんって、呼んでもいい？子供たちの言葉に、俺も嫁子もハッとして。俺、みんなで家族になりたい。嫁子は笑顔で。家族になろう。ちょっと拍子抜けしてしまうようなプロポーズになったんだけど。これも俺たちらしいと思ったよ。その後、民宿にみんなが集まって俺たちの結婚祝いをしてくれた。よかった。ほんと一時はどうなるかと。そうだったんですか。もう、この民宿に来た頃の一致は、ただしさんは目頭を押さえている。ほんと、一致がここまで前向きになれておじさんもおばさんも、ゆきのちゃんも喜んでるよ。テーブルには3人の写真も飾ってもらった。父さん、母さん、ゆきの、これからも見守ってくれよ。俺が間違えそうになった時は、いつだって夢に出てきて叱ってくれ。写真を眺めながらいつの間にか涙が溢れた。そんな俺に嫁子はハンカチを差し出して。これからはずっと一緒だよ。俺は涙を拭きながらうなずく。悲しみを無理やり押し込む必要はなくて、悲しかったこと、辛かったことは消えない。でもその傷を抱えながらでも、少しずつ前を向いて歩いていくんだ。あれから1年が過ぎた。民宿は嫁子のおかげもあって今もお客さんが絶えない。
俺と嫁子だけじゃちょっと手が回らなくて、現在アルバイトを募集中だ。子供たちもそれぞれ幼稚園や学校で楽しい毎日を過ごしている。子供たちの友達家族も泊まりに来てくれて、その時はもう親戚の集まりみたいに、みんなでワイワイやっているよ。そういえば、嫁子の元夫だけど、結局初犯ということもあって、執行猶予がついたらしいんだけど、そのことで近所でも居づらくなってしまい、両親と共にどこかへ引っ越していったそうだ。あの人の両親は世間体が何より大事だから、きっと耐えられなかったんでしょうね。俺の中では、これで嫁子も本当の意味で怯えない毎日を過ごせることが嬉しかったよ。食卓は今も賑やかで、俺はその光景を本当に幸せだと感じている。嫁子と子供たちは、俺にとって何にも変えられない大切な宝物になっているんだ。今日は朝から台風直撃のニュースが流れ、外は風が強くなってきた。学校行ける。さっき電話で休校になるって。幼稚園も。そうなるわね。幼稚園行きたい。今も台風の日は心がざわざわして、あの時のことを思い出すんだけど、今は、その気持ちを理解して寄り添ってくれる家族がそばにいてくれる。一輝さん、無理はしないでね。嫁子の子の言葉を聞くだけで、心がスーッと落ち着いていくんだ。ありがとう。それにしてもこの様子じゃ予定より早く直撃しそうだな。俺と一緒に窓の外を見ている子供たちをふと見ると、随分大きくなったなと感じて、1年前のあの日のことを思い出している。あの日、子供たちを助けたいと思ったことから全てが始まった。あの日みんなでずぶ濡れになりながら、ここまで来た時のことを、今も鮮明に思い出すんだ。あの日も、こんな天気だったわね。嫁子が空を見上げながらつぶやく。ああ、もうちょっと遅くなってからだったから、本当に真っ暗だったよな。まさか、あの日の出会いがここまでになるとは思ってなかったな。しみじみしている俺たちをよそに、子供たちはなんだか楽しそうだ。風がビュービューって言ってる。ビュービュー。木がすごい揺れてる。子供たちの笑顔を見ながら、俺と嫁子も顔を見合わせて笑う。俺たちはこれからも、どんな嵐の日だって家族で乗り越えていくんだ。最後まで聞いてくれてありがとう。みんなは、台風が直撃した日の過ごし方はどんなものがある？家でゆっくり過ごす？それともつい外に出たくなっちゃう？もし台風にまつわるエピソードがあればぜひ教えてほしい。